スーパーの野菜コーナーにふわっと軽い黄緑色のキャベツが並び始めると春が来た合図です。でもあの春キャベツと冬キャベツ、実は全く別の品種だって知っていましたか？同じキャベツの名前がついているのに種も違えば育て方も違う。見た目が似ているだけで中身は別物と言ってもいいくらいなんです。今日はこの春キャベツについて歴史、栄養、そしてとんかつとの意外な関係まで3つの角度から深掘りしていきます。最後には明日から使える買い方、食べ方のコツもお伝えしますので、ぜひ最後までお付き合いください。そもそもキャベツのルーツは紀元前600年頃のヨーロッパに遡ります。当時ケルト人が栽培していたのはケール、つまり青汁の原料として知られるあの野菜です。ケールは玉にならない葉っぱのまま食べられていて、丸く巻くキャベツの形になったのは約1000年前のこと。ヨーロッパ各地で品種改良が重ねられて、ようやく今のような形になりました。日本に伝わったのは江戸時代の末期で、オランダ商人が持ち込んだのが最初です。ただ当時の日本人はほとんど食べなかった。本格的に栽培が始まったのは明治時代、そして広く食卓に上がるようになったのは大正時代以降です。キャベツが日本の食文化に定着した歴史は実はまだ100年ちょっとしかないんです。普段あまりに身近な野菜だからもっと昔から食べていたような気がしませんか？春キャベツと冬キャベツの一番の違いは葉の巻き方にあります。冬キャベツは葉がぎゅっと密に巻いていて楕円形でずっしり重い。一方春キャベツは巻きが緩くふんわり軽くて丸い形をしています。半分に切ってみると冬キャベツは中が白っぽいのに対して春キャベツは黄緑色をしている。そして春キャベツの最大の特徴は葉が柔らかく水分が多いこと。だから生で食べた時の甘みとみずみずしさが冬キャベツとはまるで違うんです。実は日本ではキャベツは一年中食べられるように産地リレーという仕組みが使われています。冬は愛知県、春は千葉県や神奈川県、夏は群馬県の嬬恋村という高原地帯。季節ごとに南から北へ産地をバトンタッチすることで途切れなく出荷されている。スーパーにいつもキャベツがあるのはこの産地リレーのおかげなんです。皆さんは今食べているキャベツがどこから来ているか気にしたことはありますか？キャベツの栄養で一番面白いのがビタミン U です。ビタミン U という名前ですが、実は正式なビタミンではありません。ビタミンに似た働きをするビタミン様物質、つまりビタミンの親戚のような存在です。このビタミン U、別名をキャベジンと言います。そう、あの胃腸薬のキャベジンはまさにキャベツから発見された成分に由来しているんです。1954年にキャベツの搾り汁から見つかり、 U はラテン語のウルカス、つまり海洋の頭文字。海洋を防ぐ成分という意味がそのまま名前になっています。ビタミン U には胃酸の分泌を抑えて胃の粘膜を保護する働きがあります。さらに傷ついた粘膜の修復を助ける効果も確認されていて、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の予防に役立つとされています。ただしこのビタミン U は水に溶けやすく熱にも弱い。だからキャベツから効率よく摂るなら生で食べるのが一番いいんです。春キャベツが柔らかく生食に向いているのは栄養の面から見ても理にかなっている。自然ってうまくできていると思いませんか？ところでとんかつ屋さんで必ず出てくるキャベツの千切り、あれがいつから始まったかご存知ですか？とんかつの原型は1895年に銀座の洋食店レンガ亭が売り出したポークカツレツです。もともとフランス料理のコートレットという子牛肉をバターで焼く料理がベースでした。レンガ亭はこれを天ぷらのように油で揚げるスタイルに変え、パン粉も粗挽きの生パン粉に変えた。そして付け合わせには当時は茹でた人参やポテトなど温野菜を添えていました。ところが日露戦争の時、若いコックたちが兵役に取られて店は深刻な人手不足に。温野菜を丁寧に仕上げる余裕がなくなった。そこで思いついたのが生のキャベツをざく切りにして添えること。火を使わずあらかじめ切っておけるから手間がかからない。
出してみたらさっぱりして揚げ物に合うと大評判。他の店にも広がって、やがてとんかつといえばキャベツの千切りという定番が生まれました。人手不足がきっかけで生まれた組み合わせが栄養的にも理にかなっていたというのは面白い話です。キャベツの食物繊維が揚げ物の脂肪の吸収を穏やかにし、ビタミン U が胃を守ってくれる。偶然と必然が重なって100年以上続く定番の組み合わせになったわけです。こういう食の歴史を知ると、次にとんかつを食べるとき、キャベツの見方が変わりませんか？ここからは春キャベツを買うとき食べるときに使えるコツをお伝えします。まず選び方ですが、春キャベツは冬キャベツと逆で、巻きが緩くて軽いものが良いです。ずっしり重いものを選ぶのは冬キャベツのルール。春キャベツはふっくらしていて、葉の色が鮮やかな緑で、ツヤと張りがあるものを選んでください。芯の切り口が小さくてみずみずしければ新鮮な証拠です。食べ方はやはり生がおすすめ。包丁で切るよりも手でちぎると、切り口の酸化が抑えられてビタミン C が長持ちします。加熱するなら短時間で、ポトフやミネストローネに入れるときは最後にさっと加えるのがポイントです。煮すぎると水分が出すぎてべちゃっとしてしまうので、春キャベツの柔らかさを生かす調理を意識してみてください。今日お伝えしたことをまとめます。1つ目、キャベツは青汁の原料ケールから進化した野菜で、日本で食べられるようになったのはまだ100年ちょっと。2つ目、キャベツから発見されたビタミン U キャベジンは胃の粘膜を守る成分で、春キャベツなら生食で効率よく摂れる。3つ目、とんかつにキャベツを添える文化は日露戦争の人手不足から生まれた偶然だけれど、栄養的にも理にかなった組み合わせだった。今がまさに旬の春キャベツ。スーパーで見かけたら、ぜひ手に取ってみてください。今日の話で一つでもへえと思ったことがあれば、コメントで教えてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお忘れなく。それでは、また次の動画でお会いしましょう。